皆さんこんにちは。レジン大好き、コウヤミです。レジンに使うパウダーは、ミラーパウダー、オーロラパウダー、ユニコーンパウダーと一口にパウダーといっても様々な種類のパウダーがあり、それぞれのパウダーには基本的な使い方があるのですが、今回はその基本を無視します。使い方を変えるだけでパウダーの表現の幅はぐっと広がります。6種類のパウダーを3通りの使い方をしていくので、それぞれのパウダーをあなたが一番好きだと思った使い方をしてみてください。それでは6種のパウダーの3通りの使い方始まります。まずは今回比較していく6種のパウダーをご紹介していきます。エントリーナンバー1、ミラーパウダー。レジンの表面にこすりつけることで鏡のように反射する作品を作ることのできるパウダーです。エントリーナンバー2、オーロラパウダー。ミラーパウダーと同じくレジンの表面にこすりつけることでオーロラの輝きを持たせることができるパウダーです。エントリーナンバー3、紫外線パウダー。別名カメレオンパウダーになります。紫外線の光が当たることによって色が変わるパウダーです。こちらは紫外線が当たっていない状態だとブルーですが、紫外線が当たることでこのように紫に変化します。エントリーナンバー4、マグネットパウダー。パウダーの中に磁石が混ざっているため、磁石を近づけることで模様を作ることができるという不思議なパウダーです。エントリーナンバー5、シュガーパウダー。レジンの上に振りかけることでお砂糖のような質感を出すことができるパウダーになります。エントリーナンバー6、ユニコーンパウダー。こちらミラーパウダーと同じでレジンの表面にこすりつけて使うパウダーになります。稀に見ることのできる虹のように7色の光を持つ不思議な光り方をするパウダーになります。今ご説明した通りにミラーパウダー、オーロラパウダー、ユニコーンパウダーは基本的にレジンの表面にこすりつけて使います。紫外線パウダー、マグネットパウダーは基本的にレジンに混ぜ合わせて使うパウダーになります。シュガーパウダーは基本的にレジンの表面に振りかけて使うパウダーになります。それぞれのパウダーには基本的な使い方があるのですが、ミラーパウダーをレジンの中に混ぜ込んではいけないというルールはありませんし、紫外線パウダーをレジンの表面にこすりつけてはいけないというルールもありません。使い方を変えるだけでパウダーの表現の幅がぐっと広がります。今回はそれぞれのパウダーを3通りの使い方をしていきます。まずはじめにレジンの中に混ぜ込んでいきましょう。紫外線パウダーは混ぜる量が少ないと紫外線に反応しなくなってしまうので、少し多めに混ぜ合わせます。パウダーとレジンを混ぜ合わせてレジンで作った土台の上に乗せていきます。まずはミラーパウダーから。パウダーの量はかなり少量でしたが、レジンに混ぜ合わせるとこのようにかなりはっきりと発色します。ミラーパウダーをレジンに混ぜ合わせるときはパウダーの入れすぎに気をつけましょう。続いてオーロラパウダーをレジンに混ぜ合わせます。
オーロラパウダーはレジンと混ざり合うと輝きが変わります。混ぜ合わせる前はただの白っぽい粉だったのが、レジンに混ぜ込むことでオーロラの輝きを放ちます。もしパウダーの見た目だけで敬遠しているという方がいらっしゃいましたら、レジンに混ぜ合わせるとガラッと印象が変わるので、ぜひ一度試してほしいです。次に紫外線パウダーを混ぜ合わせます。紫外線パウダーはちょっと多くないかしらと思う量のパウダーを混ぜてください。レジンに混ぜている時にダマができてしまったという場合は、辛抱強く混ぜ合わせればダマは消えるのでご安心ください。次にマグネットパウダーを混ぜ合わせます。セリアのマグネットパウダーには6色あるのですが、6色すべてを使っている動画がこちらになります。もしどんな色があるのか気になる方はこちらをチェックしてみてください。マグネットパウダーをのせることができたら磁石を近づけます。磁石を近づけるときは横から近づけるのではなくて上から近づけます。まっすぐな模様が入りました。続いてシュガーパウダーを混ぜ合わせます。こちらのシュガーパウダーは背景の色によってかなり光り方が変わります。こちらのシュガーパウダーの解説をした動画もあるので、詳しく知りたい方はこちらのサムネイルの動画をチェックしてみてください。最後にユニコーンパウダーをレジンに混ぜ合わせます。ミラーパウダーをレジンに混ぜ合わせた時はとても粒子の細かいラメだなと感じたのですが、こちらのユニコーンパウダーをレジンに混ぜ合わせると、ラメはラメでも不思議な光り方をするラメになりました。動画越しだと伝わっているかちょっと不安なのですが、7色に輝いています。レジンライトで固めてきます。固めてくることができました。ミラーパウダー、オーロラパウダー、紫外線パウダー、マグネットパウダー、シュガーパウダー、ユニコーンパウダーになります。動画越しで見るのと肉眼で見るので差があるパウダーはこちらのオーロラパウダー、シュガーパウダー、ユニコーンパウダーの3つになります。こちらのユニコーンパウダーは動画越しだとやや黄緑色、水色っぽい色に変化していますが、肉眼だとそれにプラスしてピンク色にも輝いています。またシュガーパウダーは緑、青、黄色など様々な色を放っています。他のパウダーに比べて粒子が粗いのでギラギラと夏にぴったりの輝きを放っています。最後、こちらのユニコーンパウダーは黄色、黄緑、ピンクといった様々なカラーの輝きを放っています。シュガーパウダーと同じように様々な色の輝きを放っていますが、ユニコーンパウダーの方が粒子が細かいです。
次に2つ目の使い方。レジンの表面に6種類のパウダーをこすりつけていきます。まずは紫外線パウダーから。次にシュガーパウダー。ユニコーンパウダー。マグネットパウダー。オーロラパウダー。ミラーパウダー。表面の粉を払い落としてきます。粉を払い落としてくることができたら、表面にレジンを重ねます。レジンライトで固めていきます。固めてくることができました。ハートがパウダーをこすりつけたもので、丸がレジンの中にパウダーを混ぜ込んだものになります。違いを見ていきましょう。ミラーパウダーはこすりつけることによって粒感が消えました。ミラーパウダーというお名前の通り、鏡のようになりました。次にオーロラパウダー。オーロラパウダーは一見そんなに変化がないように見えますが、肉眼で見ると色に変化がありました。先ほどレジンの中に混ぜ込んだ時はピンクと水色のオーロラになりましたが、こすりつけたことによって水色と青のオーロラに変化しました。次に紫外線パウダー。
紫外線パウダーはあまりこすりつけるのに向いていないなと感じました。ただうっすらと色はつくので、少しだけ色をつけたい時にこすりつけるのはありです。次にマグネットパウダー。私マグネットパウダーをねこすりつけたことがなかったのですが、なんとマグネットパウダーレジンにこすりつけるとミラーパウダーのようになりました。ミラーパウダーよりもメタリックな質感になったので、メタリックがお好きな方はぜひこのマグネットパウダーをこすりつけるという方法を試してみてください。次にシュガーパウダー。シュガーパウダーはレジンの中に混ぜ込んでも、レジンの表面にこすりつけてもほぼ変わりがありませんでした。あえて言うなら、こちらの丸は下の方にシュガーパウダーを仕込み、こちらのハートの方は表面にシュガーパウダーを埋め込みました。奥に仕込むか手前に仕込むかで輝き方が変わりました。私個人的には奥にシュガーパウダーを仕込む方法をおすすめします。そして最後、こちらユニコーンパウダー。パッと見でねすごいね、一番変わっていますよね。レジンの中に混ぜ込むのではなくて、表面にこすりつけると虹色に輝きます。使い方を変えるだけでかなり印象が変わりました。最後に3つ目の使い方をご紹介していきます。まずはケースの底が見えないようにパウダーを動かします。レジンの土台の表面にレジン液を薄く塗ります。表面にレジンを塗ることができたら、レジンを塗った面を下に向けてケースの中にドボンします。レジンライトで固めて表面のパウダーを払ってきました。こうして3種類の方法を並べると同じパウダーなのにかなり印象を変えることができます。ミラーパウダー、オーロラパウダー、そしてマグネットパウダー、この3つはレジンの表面にパウダーをつけて固めることで表面がザラッと仕上がりました。高級感のあるデコボコ具合と言えばいいのかなすごいね、予想外の表面になりました。紫外線パウダーは表面にパウダーを振りかける方法は向いていないのかなと感じました。ただパウダーが露出している状態になるので一番色の変化が顕著でした。続いてこちらのシュガーパウダー、角度を変えるとお砂糖と同じ輝きを放ちます。少しね、動画越しだと控えめな輝きになっているのです。控えめな輝きになっているのですが、肉眼だとお砂糖とね、同じ感じにキラキラしていますそして最後、こちらのユニコーンパウダー、なんと7色に輝いています。こすりつけた時に比べると控えめなのですが、虹がね現れました。6種のパウダーを3通りの使い方をしてきました。あなたはどの使い方がお好きですか？
私の好みは、ミラーパウダーは3通りすべて好きでした。オーロラパウダーはレジンに混ぜ込むのが好きでした。紫外線パウダーは表面にこすりつけるのが好きでした。マグネットパウダーは3通りの方法が好きでした。シュガーパウダーはレジンの奥にパウダーを仕込む方法が一番好きです。ユニコーンパウダーは表面にこすりつける方法が一番好きでした。あなたの好みや作品によってこの3通りの使い方を使い分けてみてください。パウダーをレジンに埋め込む方法。パウダーをレジンの表面にこすりつける方法。土台の上にレジンを塗ってケースの中にドボンする方法。それではまた次の動画でお会いしましょう。